こんにちは、たまおです。今日のジャンク品は、こちらになります。この状態で届きました。それでは、開けていきたいと思います。こちらになります。ASUS プライム H270 Pro になります。LGA1151 のソケットに対応です。箱の外観見ていきます。箱の外観は綺麗です。それでは開けていきます。IO パネルです。ドライバーに取扱説明書です。それでは外観の方点検していきます。外観なんですが、ホコリが少しついているようです。あとこちら、PCI スロットの爪が1個、ついていません。壊れてはいないようなので、代わりのものをつけてあげればいいのかなという感じです。ソケットの方を点検する前に軽く清掃していきたいと思います。今回はボタン電池がついていないので、そのまま清掃していきます。清掃が終わりましたので、マザーボアシをつけていきます。それではソケットの方を確認していきます。こちらがソケットの全体です。拡大して確認していきます。全体的には綺麗なんですが、ここがおかしいようです。ここですね。ここが1本切損しています。そして、このピンが頭がいないですね。で、このピンを差し替えしてもいいんですが、応急的に起動できないかどうかもやってみたいと思います。はい、こちらですね。CPU ピンをカットしたものを用意しましたので、こちらを簡易的に挿していきます。こちらは簡易的にピンを挿してあります。こちらは頭がないので、強制的にキュッと起こしてあげます。こちら、今簡易的にこのようにピンを挿してあります。で、こちらは強制的に頭を上の方に起こして強当たりするようにしてみました。この状態で CPU をつけて動くかどうか確認してみたいと思います。CPU ピンを仮付けしましたので、この状態で作動確認します。電源オン。スイッチオン。ファンは静かに回っています。ASUS の画面は出ました。BIOS 画面もしっかり出すことができました。なので、ピンが折れた状態でも簡易的に起動ができることが分かりました。この状態ではあくまでも簡易的なので、今日はまたやりたいことがあります。アリエクスプレスで CPU のソケットいっぱい買いました。これ LGA の1200と LGA の1151なんですけれども、大人買いするとこんな描写チックなケースで送られてきました。なので、せっかくこのソケットありますので、LGA1151 もあるので、こちらのソケットに交換してみたいなと思います。前回 AMD のソケットを交換してみたので、同じ容量で LGA の1151も交換できないかなということで、今日はそちらを挑戦してみたいと思います。それでは CPU のソケットを交換する準備をしていきたいと思います。それではマザーボアシ外していきます。金属のスペーサーをつけていきます。マザーボアシを付け終わりました。それでは
ホットプレートで加熱していく準備をします。今回も2号機を使用します。アルミテープを貼っていきます。今回も熱伝水で温度をモニターしていきます。それでは準備ができましたので、プレヒートしていきます。ジュイーン。フラックスを塗っていきます。プレヒートが終わりましたので、ヒートガンで加熱していきます。綺麗に取れましたので、冷ましていきたいと思います。キムワイプで拭き取ります。どうもこの辺りには CPU グリスがついちゃってるようなので、冷めてからしっかり取りたいと思います。冷えましたので、清掃して脱脂をしました。このように綺麗にすることができました。それではこの状態からフラックスを塗っていきます。ソケットを乗せていきます。いいんじゃないかなと思います。それではプレヒートしていきます。ジュイーン。プレヒートが終わりましたので、ヒートガンで加熱していきます。加熱が終わりましたので、冷ましていきたいと思います。冷えましたので、作動確認のために仮組みしていきたいと思います。それでは準備ができましたので、作動確認したいと思います。電源オン。ファンが回っています。どうでしょう。来ました。
BIOS 表示されました。LGA の1151ソケット交換、成功です。こちらですね。無事に Windows 10もインストールすることができました。そしてですね、Windows 10 Pro のライセンスは入っていなかったんですが、こちらですね。Windows 10 Home のライセンスが入っていました。ラッキーです。今日ですね、ピン折れが発生している CPU ソケットで簡易的に起動させるためにピンの差し込みを行いました。こちらですね、交換用ソケットから取り出したピンになるんですけれども、この状態だと、このピンが太くて簡易的に差し込むことができません。これをですね、細くカットしました。今からやってみます。このように、ここですね。ここから半分に、こうカットしてあげると、このように2つに分割して、こちらを差し込んで起動することができました。今回ですね、完全にピン折れしているソケットに仮のピンを差し込んで起動させてあげて、そしてこの LGA1151 のソケット交換をして無事成功することができました。前回ですね、AM4 のソケットの時は3時間ぐらいかかったんですけれども、今回ですね、2回目ということもあって2時間ぐらいで作業を完了させることができました。そのうち、こちらの LGA1200 の方も交換してみたいなと思います。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よかったなと思った方はチャンネル登録お願いいたします。